こんにちは。今回7月11日に販売するキセベアファンブックのメイキング映像、前回、裏関の、いろいろと散歩の映像を見ていただいたと思うんですが、今回後半として今度は部屋のみんなの、撮影メイキング映像をご覧いただきたいと思います。それではどうぞ。横じゃねえかよ。なんか横になっちゃった。そうだって。溢れてる。やばい。お前がもうちょっと顔横。お前だよ、お前。キャリュータイムの人みたいな。素晴らしい。僕らこういうその世界の仕事行きましょう。スイッチ。すごい。ちょっとじゃあ手入れましょうか。無理じゃないですか。顔見えなくなって手が何回やりなっちゃうんです。変態声だ。入ってもらいます。みんな顔が大丈夫ですか。なんで真横なの？超身長みたいになってるじゃん。なんで真横なの？こんな感じで顔出てる。だんだん見たっていただければ。関取はだからもう回っていいですか。バイクで5人はボールに座るのとそうけど関取師後ろでいいんじゃないですか。それが多分一番大事で。関取師座ってるんですよ。じゃあ。まず整列パターンをまず整列パターンを取ってでその後ちょっとランダムのやつにしたらどうですか。はい。ちょっとくっついて。あれでもいいですか。頼みねなんか。はい。何回言う。今回はお二人の埼玉栄タイガーで話の内容も写真もお二人すごい仲がいい雰囲気を出したいので。無理。そういうやらせやっちゃうんですか。フィクションってことですか。フィクションじゃ仲いいですよね。設定はそうですね。表ではそうやらせてもらってファッション仲いいでやる。じゃあそれでいきましょう。ファッション仲いい。お二人は2つ違い。ってことはやっぱりかぶってるわけですね。はい、3の1数字かぶってますね。最近なんか同学年くらいになってきちゃって。いやもう永遠に先輩ですから。64の4がタメ口くらいになってきちゃって。そんなことないです。中学。僕は記憶ないですけど、なんか言い張るんですよ。
まあやっぱそうですね。やっぱこうやっぱかっこいい先輩はやっぱ目につきますから、はいやっぱそういう感じでかっこいい子でここ目に入りませんから。多分初めて住んどったのは中1の頃っていうのが都道府県予選と柏でやってたその大会の団体戦でやった記憶がありますね。僕は覚えてないと思いますけど。覚えてない。記憶ゼロです。絶対覚えてないです。お互いのその第一印象はじゃあどんな感じ？じゃあかっこいい先輩ですか？いや怖いなこの人と思ってました。大会とかでしか会わないんで。はい。まあ2つも上ですしね。そうですね。体もでかかったし。アニマル話でなんで体だったんだ。ありそうだけど。お前そこのさ橋のところでさこうやってそがれてさ。黄昏るにしては明るくだよ。黄昏れて顎に考える人みたいな人してる。めっちゃ雨が降ると下水と合流しちゃうんで。もう13年で初めてだ。さっきそうですか。初めて。だって最初できてなかったですもんこれ。もう一回自然な感じ。自然な感じでこれはやばいよ。どうしたらその顔できるの？できるのだと思う。カメラマンさん通ります。よく言ってたよな高校生の時。自転車通りますとか車通りますって。ここで立ち話風を取るんですか？基本でしかないんですけど、もうちょっと近づきましょうかね。ここでシールで面白いと思う。風もいいのが吹いてきました。あ、いい感じ。ありがとう。まあですね今日は。はい。これまさにさ、あれなんとか島だよね。なんとか島。いい感じ。こうやってやったら。キヨキ。やりながら。なんとか島の。あ、いいですね。やらせてる感あります。関係性が分かるような感じで。いや普通にこれで分かる。これで大丈夫です。膝を持ってる。膝まずけ。私はいないんですか？来週あたり。退職ですか？いいね。ありがとう。さようなら。この顔やばくない？よくできるなお前。立候補。これはやばい。お前前田みたいになって立候補して。すごいっすよ。それでこれ。選んだ理由っていうのはありますか？経緯は自分がその道場三重の道場はいできた頃ですかね。はいその時にまだ親方がちょんまげをしてまして、はい多分その時その道場に多分見学で勧誘しに来ていただいた時がきっかけで、そこから小学校中学校高校、大学とずっと声かけていただいてたので。じゃあ直々のスカウトというそうですね。もうちょんまげつけてる子もいまだに家に写真があるので、本当にそれがいい思い出というか、師匠も恥ずかしがってましたけどいやでも本当インパクト抜群で他にないですもんね。そうですね。なかなかジョジョっていうのはなんか最近だと芸術作品化されてるので、あんまりこうなんか漫画というよりは芸術作品っていうイメージがありますね。なので目立ちます。日常笑顔コンビなんです。重さ知らないな。それ持っていいんだ。触っちゃうここ持ったら重さ分かります。買ってみていいですか？大丈夫です。ここ大丈夫です。ここは。はい。あ、重っ。これは重い。重いよね。他にもね、だってたくさん荷物あるのに、これだけでこんな重いんだったら。
能ですよね。じゃあカメラマンが指示しますんで。そんなのどこに売ってるんですか？これもらってますもらったんですか？へえ。ありがとうございます。かわいい。とりあえずここに関取一人でまず行きましょう。いいですか？すごい。何の写真ですか？これ何の写真？電車だらけでいいです。何の撮影してるんですか？ありがとうございます。じゃあ、それこそあれです。しかもちょっと一発やってみてみていいですか？一人だけ中合わせ。中合わせ。貴重なやつです。ありがとうございます。格闘技みたいですよね。OK です。ありがとうございます。こっちの手で水をしてください。そう。なんか表情硬いんじゃない？硬いんじゃない表情。さようならやりましょう。最後多分ね、端末に載せますので。はい。ノリノリ。やだ、恥ずかしい。これやだ。入間川部屋に来たことがあるって話を聞いて。教習所のなんか取材来たことなかったですか？ありますあります。いましたよね。はい。ですよね。はい。その時何歳ぐらいだったんですか？私もまだ小学生だったかなと思うんですけど、はい。ライターやってるの？はい、私は相撲のライター。相撲の？はい。じゃあ始めましょう。はい、今日は木瀬部屋のファンブックの対談ということで、日大対談という感じで、ちょっとその学生相撲とかの話も学生部屋と呼ばれているんですよね。まあ多いですね。基本的に部屋に入るって援護なんで、やっぱり多くなるんですよね。それだけ大学の癖があるってことだから、基本的にだって他の部屋ってないじゃないですか。やっぱ大学出身の親方じゃないし、そういう意味では必然ですよ。なるほど。なんか大学時代の思い出とかもちょっと伺いたいんですけど、大学時代の思い出はもうひたすら優勝するために普段からのもう何でしょうね、結構積み重ねてレギュラーとか勝ち取って勝つしかないみたいな。だから大学の時の緊張感の方が辛かったんで、大学プロ入ってから楽でしたね。思い出というよりはやっぱ辛いことの方が多いです。基本的にうちは今は自主性が大きい。だけど大学から入ってくる子たちが多いから、そういう子たちは自主性ありますよ。だからできてるんですね。だと思います。まだ。で日大って特に普段からの稽古はもう量より質でやってたんで、気合いでやればパッと終わるみたいな。いや、まあ明日からかかんぐらいでやる予定です。やる予定です。大丈夫ですか？はい、早かった。素晴らしいです。調整は今のところどうですか？わかんないですけど。明日からスタート。はい。2個。苦手なんですけど。お時間ありがとうございました。すみません。ありがとうございました。うち入門とかじゃなく、高校時代に合宿で明ヶ関部屋、まだ師匠が現役の時に、2、3日明ヶ関部屋に泊まらせていただいて、胸を出してもらったっていうのが初めてですかね。師匠の印象は覚えてますか？お相撲さんの胸は借りたことあるんですけど、関取ってなるとやっぱりそんななかったんで、やっぱりおこがましいんですけど、全然力が違ったっていう、もう目いっぱい当たってももう
まあ、やっぱりびくともしないっていうのはやっぱり印象的でしたね。はい、師匠ってこういう大相撲ではこういう相撲だったんですけど、でも学生の時はやっぱ突き押しからのはたきの相撲、まあ、よく言われるのは俺はこれじゃ飯食えないと思ったからこう相撲を変えたって言ってましたけどね。やっぱり相撲をやっぱ変えなきゃっていうのはなんか勉強になりましたね。やっぱ相撲を変えるっていうのが大事だね。多分なんか頑固だったら変えないじゃないですか。そうですね。素直に聞くから。まあそうですね。もう本当に幕下上位で全然勝てなかったんで、まあ一桁いっても本当2勝5敗とか1勝6敗とか、もうそんなんばっかだったんで、やっぱ幕下筆頭から5枚目って本当にとんでもなく強いんで。明らかに自分がこう入っててもこう外からこう一気に持ってかれたり、そういうのでこうちょっとした肘を張ってこう回しを切ったり、こう相手に回しを取らせないようにするっていうのをそのなんですかテクニックというか、そういうのを一生教えてくれましたね。先生も足しか使わないってことですね。はい、僕はもう手は使えないです。先生はあれですね、アスリート専門ってわけでもないんですよ。ああ、もうそんなことないですよ。普通の一般の方も。経緯もう聞かれてると思うんですけど、カザフスタンから、まあ、日本でお相撲をやろうっていうそのきっかけ、経緯っていうのはどういう感じでしたか？まあ最初は子供の時にテレビで見たことあるんですけど、元横綱正直にスカウトして、最初は日大に入って、それで相撲やるようにっていう感じで。他もなんかスポーツやってたんですか？まあ柔道やってましたね。でなんか世界大会とかに。まあ世界大会は出てないんですけど、カザフスタンとかでは3位に。すごい。ピッチャーなんかもやったことありますけど、股関節緩めすぎると初めの一歩踏み出したのがいつもより半歩前になるからちょっとその投球が狂うなんて言われたことはあるんですよ。でそれも金峰山関も同じだと思うんですよ。関節がちょっと緩まりすぎて体幹がしっかりしなくなるって言われたことも実際あってですね、だったら寝る前にしっかりほぐしといて朝すっきり目覚めるっていうのが一番ベストかなって今は思ってますね。こう例えば週に何回とかそういう頻度はどうですか？そうですね、まあ、先生が時間があればいつも忙しい本当はもっと結構いない僕も結構いないこと多いんで。そうなんです。はい、そうですよね。スカウト、どうやってこう弟子を集めてるんですか？若い時と今は全然違うからですね。30代の時のスカウトの仕方は40代の仕方と50は違うですね。いや単純、俺と一緒単純だからやっぱそういうところに集まってくるんですよ。同じカラーの人間が集まってくるから、熊本の田舎の山が金峰山だから、金峰山だけはねどうしてもねつけたかったんだけど、もう秋田出身の人間に熊本の山つけてもしょうがないしって言ったらちょうど風青さんね外国語して温めてたしこ名だったんですね。そう有名な山じゃないんですけど、確か宮本武蔵さんの五輪の書を書いたところなんですよね。洞窟がある、武道の神様でしょうね、五輪の書、いわゆる宮本武蔵の、
この部屋ならではのしこ名みたいなのがある部屋もあいやりますなんね、稀勢の里っていいなと思ってたらさ、稀勢の里ついてね、出たからね、稀勢の里ってつけたかったら、稀勢の里すると横綱って言ったからね、名前だけはね。ありがとうございました。よろしくお願いします。話ありがとうございました。今日はこれで終了です。楽しみだよね。どうでしたか皆さん。この間の動画と違って今度はみんな和気あいあいと楽しんでいる映像になっていると思います。他にもたくさん盛りだくさんの内容となっていますので、皆さんぜひ手に取ってください。販売は7月の11日となります。前回もご報告したんですが、各ブックストアさん、ネットの方で、販売いたします。木瀬部屋の方でも販売をする予定となっていますので、情報の方は木瀬部屋公式インスタグラムの方で随時更新していく予定ですので、しっかりチェックお願いします。それではまた木瀬部屋の YouTube チャンネルで会いましょう。